オタク FM アニメ&チル。はい、皆さんこんにちは。アニメオベイミーガチョウタ三男レビアタン役の多田聡です。この番組はイケメン悪魔調教ゲームオベイミーや現在配信中のアニメオベイミーなどさまざまなオベイミープロジェクトの魅力をゲストと一緒に深く掘り下げていく番組です。ということで3回目のはあ、おい、やっぱゲストがこの人やからえ3回目となる今回の放送にはこの方をゲストにお迎えしました。どうぞ。どうもこんにちは。腹ペコ六男ベルゼブブ役の矢口恭平です。はい、よろしくお願いします。なんだ俺も初回の時もさ、はい、まあこれね、お正月以来なんですけども、はい、いきなり噛んでたなっていうのを言いましたよね。思い出したでしょう、本当にね恭平さんやからっすね。会うのはね正月ぶりじゃないですけども、まあそうですけどね。オタク FM、今回生まれ変わったわけですからね。はい、パワーアップしたんでしょうか。そうですよ、いろいろパワーアップしました。てか聞いてない？シャープ1シャープ2何それ？いやぶっつけ本番怖っ。何自分以外は興味ないからここに出してくるのやめてもらっていいですか？そんなことないんですけど、はい、今回もオベイミーボーイズが歌う、アニメオベイミーのテーマソング、It's My Party に合わせて始まってます。そうですね。はい、It's My Party とこの番組のエンディング曲にもなっていますエターナルの配信がスタートしました。よいしょー。ありがとうございます。本当に俺たちでいいのってそこね、いいのかなって思いましたよね、いやだからもう歌にね自信がないから、歌いやすい合唱とかなのかなとか。まだ引きずるねそれ合唱って元気に仲良くオベイミーオベイミーみたいな感じでこう言うんかな。それ元気にいける？俺は多分無理やと思うけどアップテンポの It's My Party はすごい歌ってて楽しかったですよね、こっちも。なんかそうどっちかというとこう歌うっていうのはなんか、お客さんに向けて投げかける言葉をなんか投げつけるぐらいの荒々しさもありつつね。投げつける荒々しさはなかったどういう気持ちで歌ってたそれ？いや歌えとかさ上がってきなとか、確かにね歌詞があったでしょ。僕らも一緒に楽しんで盛り上がってるっていう感じはしましたけど、京平さんこっち向いて喋りすぎててあんま音入ってなくないですよ。大丈夫？声張ってるから大丈夫なん大丈夫ですよね。ほら大丈夫。 OK マークいただきました。なんかいやちゃうね、こっち向きすぎやなこの人っていうの。いやほら会話してるじゃん。会話してる人の方向を見ないと失礼じゃん。人と人と基本みたいなことをねここで言われてもしょうがないんですけど聞いてる人には分かりませんからね。はい、エターナルは？エターナル、It's My Party とは対照的にしっとりとね、聴かせるバラードですけども。そうやね、エターナルってバラードで、バラードってなんか僕カラオケでも歌わないんですよ。あ、そうなの？はい、歌うまくないと聴かせられないでしょ。バラードってね苦手やったんですけど、でもみんなでバラード一つの曲を歌ったからめちゃくちゃいい曲になったなと思ってんですよ。なんかこう兄弟7人で紡ぎ上げていくみたいなね。もう曲ももともといいし、みんなの力も合わさってもう相乗効果でめちゃくちゃいい曲ができたなって。そうだよね。こう It's My Party って、なんかこうみんなに向けて上がっていこうぜっていうのに対してエターナルはなんか目の前にいるお前一人に向けて歌うよみたいな。そうね、それは収録の時に言われたことやね。みんないやそういう思いをね改めてそう聞いてる方にもちゃんと言うやん、ちゃんと言っていくやんこうやって歌ってくださいって言われたことちゃんと伝えていくやんと思って、バラードの王道でそのね、しっとりと聴かせるっていうところではそうね。今回のこの第3回、ね、アニメオベイミーの第3話人参プリーズのアフレコ終了後に収録していますと。はい、そうですね。どうでした？すごかったっすね。ツッコミどころ満載。ツッコミどころ？バニーカフェ、バニーボーイズたちが働くね。バニーボーイカフェ。バニーボーイカフェなんだけど、みんな働いてんのあれ？いや僕が想像している執事カフェやったりとかそういったものとは果てしなく遠い環境にやってる気がしますけどね。みんなのなんかわちゃわちゃ具合というかこれちゃんと成立してんのかな、お店としてっていう感じでしたけど。だってお客さん無視してツイスターゲームしてるやつらいるんだけど。いましたね。僕ちなみにツイスターゲームとかやったことないんですよ。あれやったことないの？ナイス。やったことないんですけど、体の角度とかあれどうなってんのと思って柔軟性と体幹鍛えてなきゃ無理で、限界を超えてる
感じがしてんで最後みんなで走ってくるじゃないですかその対戦のまま得体の知れない生物になってたよなあれ大丈夫かなって気持ち悪かった。まあちゃんとね仕事してる感あったのはベールっていうね、いや一番俺ベールはね、カウンターの内側に入って、料理を提供していたりとか、料理、あれ料理料理なのかあれはスイーツなのか、カレーは飲み物って言ってましたね。ドリンクか、そうだドリンクですよね、ちょっと納得いかないところがそれであって、納得いかない、そこそこ皆さんルシファーも人参もらってたじゃんお客さんから。ああそうね、僕もいただきましたよ。僕もキラリンってこうレビーもね、苦しい体勢でありがとうって言ってたけど、俺だけ一本ももらってベールだけ一本ももらってないんですよ実は。はい、僕らあれですね、もう完全に自分がレビー恭平さんがベールみたいな感覚で喋ってますけど、さっき収録したばっかりだからね、余計にね自分の感覚が残ってしまってるんですけど、そこはちょっとご了承いただきたいんですけども、なんで真面目に働いてんのに。いやだからオリジナルの飲み物をベールが勝手に作ったからですよ。空気読めてないからってこと？しかもそれを勧めるっていうね結局あれ飲んでもらってないでしょスルーされてんのかあれ、そういうことでしょうね。ただめちゃくちゃね、面白いというか、めっちゃ楽しい回にはなったんで、ご覧になってない方はぜひ、見ていただきたいと思うんですけども、ハッシュタグオタク FM、 オタク FM の綴りはアルファベットで OTAKUFM です。Twitter、Instagram、Facebook など各種 SNS から番組を聞きながらのつぶやきお待ちしております。ホラミ想定5分がもう10分や。これまだ始まってなかったんだね。いや始まっとるわ、始まってるけどこれから番組の中身に入ってもういいもういいということでオタク FM アニメ&チルスタートです。テルミー。はい、こちらは留学生の皆さんから投稿していただいたいわゆるふつおたを紹介していくコーナーです。はい、それでは早速紹介していきますか。じゃあ恭平さんからいきますか。じゃあどれにしましょう。これにしましょう。どれにしましょう。ペンネーム、お名前、お名前、ラジオネームでいいか。オタクネームは違うな。違うか。オタクネームは違うなでもこれ、ちょっと僕の野望なんですけど、オリジナルのこういうお名前、いやそうした方がいいよね。なんかね何々ネームっていうのをまた作りたいなとか思ってるんで、とりあえず今は一般的なっていうか、ラジオネームみたいな感じでいきますか。とりあえず今はね、どう呼ばれたいかちょっと募集もしましょうか。それはあなた勝手にやってください。採用しないんで。中身に入れって言ってんねあなたは。わかる。ではラジオネームリカさん。アニメ化ラジオ復活おめでとうございます。ありがとうございます。加田さんとゲストの皆様に質問です。おべいみは7兄弟を中心にお話が進んでいますが、ご自身の兄弟エピソードなどはありますか？例えば上が欲しかった、一人っ子が良かったなど、ぜひ聞かせていただきたいです。これからも応援していますと。ありがとうございます。兄弟エピソード。なるほど。恭平さんあれですよ、お兄さんいますよね。4つ上の兄がいます。お兄ちゃんはね4歳上で何でもできる人だったんで、もうね20歳ぐらいまで全部兄ちゃんの真似して生きてきたと言っても過言ではないぐらい。そんなにですか？真似というと部活とか。部活も高校ももうなんかね、その先の進学先とかも。マジっすか？なんか何やってても楽しそうに見えて。もうお兄ちゃんの歩んできた道を自分も行くと楽しいんじゃないかっていうことで、自分もキラキラできるんじゃないかなと思って。じゃあ逆にそんだけキラキラできるんじゃないかって追いかけてきたのに、20歳ぐらいでなんで追いかけるのやめたんですか？やっぱり普通に働こうと同じような職業に就こうと思ってたら、やっぱりちょっと合ってないかもって気づいて、そっからやっと20歳超えてから自分のやりたいものなんだろう、俳優やりたいみたいな。20歳になるまで兄離れできんかったっていうことですか？そういうことなんですよ。じゃあ自慢のお兄さんがいたと。そうですね。いうことなんですか。一方サトシの方は？僕は妹が2人いるんで、3人兄弟の長男なんですけど、でもあれですわ、僕も小中高3人とも同じとこ行ってんですよ。高校まで全員同じ
とこ行ってて、受験してあそうですそこがいいって。多分みんな家から近かったっていう理由で選んでるのかもしれないですけど3人とも同じとこ行ってて、でそうですね一番ちゃんと大学短大に行って就職してってしたのは一番下の妹だけかな。意外と一番下ってしっかりする。しっかりしてるね。上2人を見てるから反面教師 ×2 みたいな感じでまともになったのかもしれないんですけど、ただ妹2人は、僕より喋ります。これ以上僕より喋ります。妹2人が揃ったら僕一言も喋れないです。その状況見てみたい。喋り負けします。すっげー喋ります。じゃあ加田家はよく喋ると。そうですね、まあ賑やかな家族であることは間違いないですね。なるほど。でも僕は上が欲しかったっていう気持ちはあります、正直。長男やから。逆に下が欲しかったな。ね、まあないものねだりになりますけどね。まあそういうもんだよね。ありがとうございます。リカさんありがとうございました。はい、では続いて僕が紹介します。ラジオネームもこさんからいただきました。アニメやキャラソンやアイムさんの歌、オーディオドラマを長男小学3年生に教え親子でハマってます。長男希望で毎日食事中に歌やオーディオドラマを家族で聴いています。どれもかっこいいし面白いし素敵で楽しいで大好きです。これからも家族で応援しています。アニメにオタク FM 楽しみにしていますと。ありがとうございます。いやーすごい。すごいね。だって長男小3ですよ。ねえ。すごいな。英才教育やな。英才教育やな。確かに。ありがたいな、ほんまに。普通にじゃあ家族で食事していながらも、なんかこうそうですよ YouTube とか開きながらオーディオドラマとかも流しながら、歌とか流しながら、だから生活の一部にオベイミーがあるっていうことですよね。嬉しいですね。それだけファンになってくださるっていうのは本当にありがたいですね。これからもぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、もう一通だけいきましょうか。はい、京平さん。ではラジオネームエリンさん。はい。京平さん。はい。ベールの衣装を着たお前を見てみたい。どういうこと？お前を見てみたい。お前？エリンさんは京平さんの親族が何かの方ですか？10個上のおばじゃなくてまあでしょうね。ベールの衣装を着たお前を見てみたい。丸よっぽど見たいんですよこの方。上から求められてますね。命令されましたね。ベールの衣装を着た京平さんってどうなりますかね？いや俺もね着てみたいとは思ってるんですよ。あ、そう。けどまあ服を手に入れるとかそういう難易度とかじゃなくて、ベールの体を手に入れるのが一番難しいかな。なるほど。服装に合う体をね手に入れるのがまず大事やと。ちょっとね貧相って言ったら失礼やけど、ベールに比べたらねまだ筋肉量が足りないから、そう考えたら一般的なね体なんでまだそれでも京平さんがベールの衣装を着たのが見てみたいって言ってるんですから、一回いろんなところに交渉して着させてくれって言ってみたらどうですか？せめてじゃあタンクトップから始めようかな。難易度低めなところからね。いやでも俺普段のタンクトップの京平さんよく見てるから、何も変わり映えしないんで却下で。厳しい。ちゃんとした衣装を着ていただきたいと思います。はい、しっかりトレーニングします。じゃあはい、よろしくお願いします。はい、お便りありがとうございます。はい、今日は以上です。はい、ということでこのコーナーでは留学生の皆さんからこの番組を聞いた感想やアニメを見た感想、ゲストへのメッセージや質問を大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM テルミーをつけて投稿してください。テルミーの綴りはアルファベットで TELLME です。以上テルミーでした。コンビンスミー。こちらは留学生の皆さんからオベイミーに登場する推しキャラへの熱い思いを投稿してもらうコーナーです。それでは早速紹介していきましょうか。はい、早速紹介していきます。はい、京平さんお願いします。はい、これ大変長い文章ありがたいですね。熱い思いが、オベイミーで違う。ラジオネームマッキーミッキーさんですね。自分で修正していくスタイルありがとうございます。はい、オベイミーで一番好きなキャラクターは何と言ってもベールです。よいしょ。オベイミーを初めて知った時友達と話していてきっとベールが好きだよと言われました。当てられちゃった。ゲームをダウンロードして情報を入力しストーリーを始めたところすぐに彼が大好きになりました。ありがとうございます。他のキャラクターも好きででもマモンがもっと気になっていました。どうした？あれそしてレッスン5に入って
ってベールが MC に心を開いてくれたことで他のキャラクターがあまり気にならなくなったんです。おめでともちろんみんなのことは大好きですが、私の中では彼は他の誰よりもずっと上です。う。よかった。ちょっと恥ずかしくなってきたな。何いやもうちょっと続き読んでくれなんでよじベールへの熱い思いを語ってくださってんねんから、はいこの思いは、はいベールの声を担当しているという、はい恭平さんが読むことによってより昇華されるんだよ。熱い思いを、溢れる思いをわベールを担当しているものとして受け止めなさいよ。読みなさい。じゃあ続きを読ませていただきます。どうぞ。ベールの個性は食べ物が好きなことだけだと言われているのを見るとちょっと腹が立ちます。そうだね。彼は少しおバカさんで優しくて、私の中ではどのキャラクターよりも大きな心を持っているのです。はい彼は MC や家族を心の底から愛しています。悪魔であるにもかかわらずそれができるのはとても素敵だと思います。でももちろん食べ物も大好きですよ。そういうところも好きですね。はい。私の MC と彼がレストランでデートしているシーンを夢に見ています。素敵。彼の声も大好きです。矢口恭平さんがセリフや歌などすごくよくできました。はい、ありがとうございます。いや本当嬉しいです。ありがとうございます。熱い思いを届けてくださいました。いや嬉しい。すごいですね。皆さんの思いが溢れんばかりですけども、いやじゃあ僕もちょっと紹介していいですか。はいお願いします。ラジオネームジャッスミさんからいただきました。海外の方からいただいております。先ほどのマッキーミッキーさんも海外の方ですよね。そうでしたね。ありがとうございます。はい、いきますよ。ジャッスミさんからいただきました。レビちゃんは反応がいつも可愛くてたまらない。はい。シンプルにね、自分の熱い思いっていうものをまとめてくださってますよ。じゃあこのジャスミンさんはレビちゃんに萌え萌えキュンしてると。そういうことです。お、何ちょっとうまいこと言ったみたいな感じになってるんですか。ドヤ顔はしてませんが。いやしてましたよ、こっち向いて。いやもうたくさんあるんですけども、もう一つじゃあ紹介しますか。できますかね。できるでしょう。はい、行きましょう。行きましょう。続いては、ラジオネームザットワンアジアンウィーブさん。はい。ベールはお気に入りのキャラクターで幸せにしてくれる存在です。家族を大切にしているところと私をいつも笑わせてくれるところが好きです。はい、そしてたくさん食べられるところも大好きです。ありがたいですね。もう食べるだけじゃなくて、大切に思っているっていう気持ちもしっかりあるんだよと。はい、もう皆さんのメッセージを見てると、なんやろ、キャラクターのことをどれだけ推してるか愛してくれてるかっていうのもすごくよく伝わってくるし、しかもなんかよく知ってくれてるよね、キャラクターのことを、本当に深くまで知ってくれてるっていうのを本当に感じることができて、楽しみながらねオベイミーをプレイしてくれてるっていうことですよね。素敵なメッセージたくさんありがとうございますね。教えのメッセージ引き続き募集したいと思います。でこのコーナーではね、皆さんからの熱い思い大募集してますので引き続きお願いします。各種 SNS からハッシュタグオタク FM コンビンスミーをつけて投稿してください。コンビンスミーの綴りはアルファベットで CONVINCEME です。以上コンビンスミーでした。Listen me。はい、こちらはお越しいただいたゲストの皆さんからオベイミーにまつわる楽曲をご紹介いただくコーナーです。それでは恭平さん、曲紹介お願いします。それでは聴いてください。ベルゼブブでハングリーシックスパックです。満たされない条件のない自分の世界、必要ないな構わないなたまにめまいクエスチョンくれるよ幻想瞑想なんかくれよデートビート死のセット全部くれよ。どうせ何も言わなくたって伝わってるんだろう。この体見るだけでわかるはずだろう。もう腹が減ってたまらないんだよ。お前が俺を満たしてくれるんだろう。目と
はい恭平さん、はいまあ今流れてるハングリーシックスパックなんですけども、はい歌ってみていかがでしたか？はい、これいろいろ工夫を考えて歌ったんですよ。工夫を考えた。はい、まあデモテープいただいて、うん仮歌を聞いた時に、うん実は1オクターブ上のキーでその仮歌を歌ってる方歌ってたんで、ほう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 。まあそれはそれでかっこいいなと思ったんですけど、うん残念ながらちょっと僕はちょっとそのキーの音域に届かなかったので、ほう。 1オクターブ低く歌わせてもらったんですけど、へえ。でもやっぱロックってまあ情熱があってね、うんうんまあ、1オクターブ低く歌うことでその温度は下がらないようにしようと、うんうんまあ、情熱を持って歌おうっていう気持ちではあったんですよ。はい。でもあとサビとかもさうん「でで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 」って同じ音符が並ぶんですけど、うんそういうところもただ同じ音符として声に出すんじゃなくてちょっとしゃくってみて「うん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 」みたいなうんうんそういうしゃくってみたりとか、あと「Forever Forever」も伸ばすだけじゃなくて「わー」っていうはい。ちょっとロックを意識したような歌い方を研究してみて、ほその「わー」っていうのもうんなんかベールの食べる時の声みたいな風にしてみたらどうだろうと思って実際にこう録音してみたらすごくいいですねって言ってくださったので、よかったなと。いろいろ考えて、まあめちゃくちゃかっこいい曲ですからね。そうなんですよ。まあすごいなって思ったのは、今流れてんのに、その流れてる上からまた自分で歌うっていう荒技かます恭平さんがすごいですけど、すいませんね今聞いてる方バリバリ流れてんのにすいませんね。まあただね音程に合わせて歌うっていうだけじゃなくてね、ちゃんと、なんやろこの曲の考えてでベールのことを考えてベールやったらどう歌うだろうかと、でそういうベールの気持ちになって歌ってみてたと、いうことでいろいろ実はね恭平さんこの歌のこととかね、すごい僕に語ってくれたりしてたじゃないですか、ね、いろいろ語ってくれた中で今回の初耳やったんで、初めてでした。僕もねちょっと面白かったです。これだから、まあ、1オクターブ高い声が出せる三浦くんにちょっとカバーして歌ってほしいななんでやねんなんでやねんなんでそこはもう歌うなって言い切ったらいいじゃないですか。いや1オクターブ高いのもまあロックを感じれてね、三浦くんといえばねロックもまあまあねたしなむっていう言い方どうなのか知らんけどたしなんでらっしゃいますからねまあでもね恭平さんのそういったこだわりもね含めてまた改めて聞いていただけると嬉しいですね。はい以上リッスンミーでした。もしもしベルゼブブだ。俺たち兄弟が歌った「オベイミーキャラクターソングプロジェクト第1弾」が CD になって Amazon で発売されるぞ。オベイミーレコーズ Amazon 特設サイトで予約受付中だ。キャラクターソングの他にゲームのテーマソングやオーディオドラマ、それからお前が眠れない時のためにみんなでデビルシープを数えた音声特典も収録されてるぞ。みんな本当にちゃんと数えられたのかな。帰ってきた即興嘆きの館劇場。こちらはオベイミーに登場するキャラクターたちがこんなシチュエーションに遭遇したお話を見てみたいというアイディアを留学生の皆さんから送っていただきオリジナルストーリーを制作し、僕と恭平さんが読み合わせなしの即興劇として演じるコーナーです。として演じるコーナーです。どうした元気がないぞ。いやまあいいでしょう。恭平さん前回はあなた事件を引き起こしてますからね。前回は大変申し訳ございませんでした。レビーのセリフを奪ってしまって、もう恥ずかしいったらあれやしなあんなミスすることないですからね恭平さん、なかなかね。完璧に練習してきたつもりだったのにあれね、お互いが初めてそこで読み合わせるからこそ起きるという現象やったかもしれないですけど、まあ即興ならではっていう前向きな言い方をするんならそうですね、楽しんでもらえたのか前向きな言い方なのか言い訳なのかわからないですけども言い訳ですねこれはね。いやまだその前回のオタク FM でこの嘆きの館劇場が好評やったと。恐ろしいことに好評やったということで、留学生の皆さんが送っていただいた投稿も素晴らしかったってことですからね。そうですよ、アニメ&チルでも引き続き挑戦していこうということですよ。恭平さん今回はどうですか？いや今回はまずセリフを奪いません。
まずそれが大前提ですよね。普通なんですよね。はい当たり前のことを当たり前なんです繰り返してるだけなんですよ。それ大丈夫ですか？内容っていうか、さらになんかボリュームアップしていて、めっちゃ面白くてこう演じがいのあるストーリーだなと。そうですね。毎回言っていこうかな。疲れるんですよ。疲れるんだよ。その疲れを予測してのため息だったね、さっきのね。ついに来たかこのコーナーっていう感じだったのさっき。もう山場かと。はい。じゃあ行きますか。もう早行きましょう。行きましょう。はい。では始めていきましょう。今回のタイトルはこちら。ベール、これだけは。アナルリターン手に入れたよ。マダムスクリームと幻想悪魔少女ハナルリルルンのコラボショートケーキ。徹夜で並んだ甲斐あって限定10個の黄金のお茶バージョンをゲットだぜ。キッチンでデビュー用の写真撮りながらじっくり堪能しようっと。あれ、誰かいる？これもだ。これも。ベール、泣いてるの？レビー、どうしよう。これぞまさに滝のような涙。どうした？サタンは猫の缶詰で呪われたキムチ納豆の。全然わかんないよ。その謎解きは一生解けない。一回深呼吸でもして落ち着いたら。ありがとう。少し落ち着いた。で、何があったの？実は何を食べてもキムチ納豆味しかしないんだ。なんで？昨日の夜、キッチンのテーブルに高級そうな缶詰が置いてあって、普通に食べたら。いや、普通は食べないんだけど。そしたらサタンが猫用に買ってた超高級缶詰だったみたいで、猫みたいに髪の毛を逆立てて怒ったサタンがなんか呪文を唱え始めて。よりによって猫絡みか。やばいな。けどその時は何も起きなかったから気にしてなかったんだけど、さっきキッチンに来ていろいろ食べてたら、どれもこれもキムチ納豆味しかしないんだ。そうか、味覚が変わる呪いか。サタンはもう一生許さないって言ってたし、俺死ぬまでこのまま食べ物はキムチ納豆味なのかも。どうしよう。分かった。だからもうその泣き方やめて。とにかくサタンに許してもらうのがベストだけど、猫絡みだと時間かかると思うから、まずは D3 で調べてみるね。ありがとう。あ、これか。キムチ納豆の呪いと。もともとはキムチと納豆以外食べない偏食の息子を案じた魔法使いがいろいろなものを食べさせようと作った魔法である。しかし悪魔がその経典を盗み、以後呪いとして広まっただって。あったよ。何？金粉が混ざった乳製品を一口食べると元に戻るってさ、ベール。戻せるのか。よかった。ちょっと待って。ただし呪いをかけられてから8時間以内に呪いが解かれない場合は一生味覚が戻らないだって。呪いをかけられたのはいつ？夜中1時くらいかな。ってことはもうあと10分くらいしかないじゃん。急がないと。でもキッチンに金粉なんてないし、買いに行っても間に合わない。もうダメだ。終わった。レビー、今までありがとう。大丈夫、まだ時間はある。一緒に考えよう。どうしたレビー？いや、なんでもない。乳製品に金粉、僕持ってるじゃん。ハナルリタンのケーキの生クリームは乳製品だし、上に乗ってる大判焼きのおーちゃんは限定バージョンだから金粉で覆われている。でもこれだけは
このケーキだけは誰にもあげたくない。レビー、これって金粉じゃないのか？あ、ちょっと僕のケーキ勝手に開けないでよ。ありがとうレビー。いや、救世主。いや勝手に救世主にしないでよ。だってケーキは乳製品だし、金粉のお菓子が乗ってるから完全に救世主だろ。レビー、命拾いしたよ。本当にありがとう。ベール、ごめん。これだけはあげたくない。嘘だろ。この暴食を司るこの俺に一生キムチ納豆味でいろって言うのか？冗談はやめてくれレビー。本当にごめん。冗談じゃないんだ。このケーキだけは絶対に無理だって。花のリタンとマダムスクリームコラボは年一あるかないかなんだ。しかも限定10個のスペシャルバージョンだから、食べたらもう伝説になるってことは決まってんのだから、絶対に全部自分で食べなくちゃいけないんだ。じゃないと花のリタンに合わせる顔がないよ。このケーキだけは。分かった。もういいよ。大丈夫だ。本気で言ってんの？うん。悪いのは俺だし、レビーのそのケーキが俺にとっての味覚と同じぐらい大事なんだって分かったから、俺頑張ってキムチと納豆大好きになるよ。ベール、ごめん。撤回するよ。これ一口食べて。よく考えたら、どんな味か一緒に共有できる相手がいた方が楽しいし、独り占めなんかしたら正義のヒロイン花瑠璃タンに嫌われちゃうや。いいのか？一口食べて一緒に伝説になろう。ありがとうレビー。ほら時間になっちゃうよ。早く。いただきます。うわ、キムチ納豆味。一口がでかい。全部食べた。おお、味覚が戻ったぞレビー。うまいぞこのケーキ。ありがとう。ベール、どうしたレビー？許さん、呪ってやる。さあ、お聞きいただきましたがいかがでしたでしょうか。素晴らしい、オーディオドラマでした。大変良かったと思います。はい、ありがとうございました。味覚がね、キムチ納豆味になってしまうという、どんな呪いがかかってしまった、どんな呪いやねんっていう感じのね、呪いがかかってしまったベールやったんですけども、それがレビアタンがね、男気を見せて、大事なケーキを分けてあげて、呪いを解いてあげるというね、その結果、揚げたケーキを全部食べられてしまうというね、そういうかわいそうなレビアタンっていう話なんですけども、いや楽しい即興劇でした。いや、京平さんありがとうございました。もう二度と一緒にやることはないと思うんですけども。なんでだよ。大変ありがとうございました。だいぶしんどかったのかな。いや、どうでしたか？いや、面白かったですね。いや、もしね、一生同じ味で過ごすんだったらどうしようっていう風にイメージしたことある？ねえよ。あるわけないやろそんなもん。いや、あるってあんのかい、京平さん。納豆キムチ味なら別にあったかいもの食べても冷たいもの食べても、どっちもいけるじゃん。キムチ納豆ってなんかまあ確かにね。これがチョコミント味とかだったら最悪だなとか。そんな想像ばっかしてたってこと？もうそういう想像ばっかして読んでましたよ。いや、違う。毎回京平さんってこういう感想を聞いた時に、まず最初に大きいリアクションするよね。うまいとか、面白い、いや最高だねっていう、食レポとかそういう基本を絶対抑えてくれるんですけど、あまりに感情が乗ってなさすぎて嘘くさいんですよ。いや、そんなことないですよ。ほんまに思ってます？いや、もう本当にこれは面白かったです。シンプル。まずミスを人のセリフを喋りませんでした。おめでとうございます。ありがとうございます。
プロですよねそこを褒めてくださいっていうみたいな目でこっちみんなやめてもらっていいですか。それ違うんですよ。まあ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 、いやいやいや楽しんで演じられたんじゃないですか。まあね、いろんなシチュエーションをね、この嘆きの館劇場では演じることができるので、そういった意味では本当に楽しいコーナーなんですけども、まあ分量が上がってる分だけそれだけ濃密になってるじゃないですか。ね、やりがいはありますよね。でレビーの気持ちも分かるのやっぱり、うん、自分の買ってきた食べ物って人に食べさせたくないじゃん。はい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 。もう特にね小学生の時は俺ケチだったんでね。京平さん、まあケチっていうか単品に自分のものをあげたくないっていうね。潔癖症だって嘘ついてあげませんでした。京平さん、さっき俺まとめにかかってたのにまた内容に戻っていくんかなって僕はすごい今。変な汗をブワってかきました外でもう OK サイン出してくださってんのに、セリフまだちょっとベール引きずってるから。ベール引きずってる、ベールはじゃあ一回京平さんに戻っていただいて、ベールからね、はい。まあこのコーナーでは留学生の皆さんからおべみに登場するキャラクターたちのこんなシチュエーションに遭遇したのを見てみたいというアイディアや妄想を大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM ライブをつけて投稿してください。ライブの綴りはアルファベットで LIVE です。以上、帰ってきた即興嘆きの館劇場でした。ラッド新聞部ラジオ出張版。はい、こちらはオベイミープロジェクトに関する最新情報をお届けしていくコーナーです。はい、今回は、オベイミーのゲームの方の、紹介です。ちょっと待って、スルッと入っていくけどさ、はい、また京平さん資料もらってんすか？ないんですか？ここなんかほんまに毎回思うんですけどオタク FM の時もそうやしシャープ1シャープ2もそうやったけど、はい、ねえ、なんで僕にはくれないんだろうか。じゃあまあ今からお知らせするんで、ちょっとでも自分だけやなって予想してたでしょ。だからラット新聞部ラジオ出張版の声がラジオ DJ みたいでちょっとかっこよかったですよありがとう。よろしかったですわ。はい、嬉しい。はい、もう紹介してください。じゃあ京平さんが、ゲームオベイミーの、次に始まるイベントなんですけれども、まずテーマから言います。はい、テーマは、夏祭り。いいね、今の季節。はい、大好評のスチルイラストがアニメーションする UR プラスカードにルシファーとサタンが初登場します。素晴らしい。まあ夏祭りということなんで、まあ舞台となっているところは、去年も開催された日本に似た文化を持つ種族灯籠夜行の夏祭りが今年も開催されることになります。はい、ありがとうございます。まあ夏祭りといえば花火大会とか、灯籠飛ばしなどね、まあそういったシチュエーションで大好きな悪魔たちと素敵な夏の思い出を作りましょうと。いいじゃないですかね。でこちらにカードのイラストの資料も届いているので、こちらちょっとね見せながら一緒に見ながらね、見せてくれんすか？素直にありがとうございます。私はね親切な先輩なので自分で言っていくスタイル。サンキュー。まずは、こちらですね、 SSR のルーク。ルーク、はい、SSR ルークっていうのは今さらっと言ったけど初めて言ったことじゃない？そうですね。さっき言ってなかったけど大丈夫？そうですね、ルシファーとサタンは UR プラスとは言ったんですけども、SSR はルークやったと。 SSR ルークあるんですよ。驚いてください。SSR ルーク今初めて言いました。編集点を作らせない作らせない。はい、見てください。かわいい。かわいいよね。かわいいね。なんやろ、こういったあれやけど、ちょっと弟のような、弟がおったらこんな感じに一緒に夏祭りを楽しめんやろうなっていうことを想像させてくれるようなカードイラストになってますね。こんなさお面を斜め掛けしても許されるのって、兄弟の中でラッドとか、みんなの中でもルークだけなんじゃないのっていう。いや、それはそんなことないと思うけどね。皆さんの頭の中でそういうポーズをしてほしいっていう想像妄想はたくさんあると思うけど、でもよく似合ってるよね。めちゃくちゃよく似合ってるよ。で背景がさ、花火になってて、これもドラマチックだよね。京平さん突っ込みたかったら突っ込んでいいっすよ。全肯定マシーンになってくれなくていいっすよ。僕の言うことに対して。いいですよ。優しい先輩なんでそこはちょっとその優しさの履き違いやめて優しさの履き違いはやめて。傷つけちゃった逆に。続いてなんですけども、
UR プラスのこちらはサタンですね。うん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 うわこれも綺麗なイラスト。そうですね、浴衣姿のサタンですか。うんルでシファーも両手に持ってるのはラムネですかこれは。ラムネでしょうね。あなたが目に見て一泊貯める必要もなく、多分ラムネでしょうね、それはね。 UR プラスってことはこれが動くんですよね。あ、そういうことですよ。ドラマチックじゃないですか、はい、そしてルシファーもうん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 、かっこいいな、かっこいいですね。輝いてますよね。はい、縁日の賑やかな雰囲気にうん。ね。キョキさん思ってる？思ってるよ思ってる？これはぜひ手に入れたいと。あ、京平さん自身もね、ははい、ぜひゲットしていただきたいということで、はいいずれも詳細につきましては公式ツイッターなどでご確認ください。以上ラッド新聞部ラジオ出張版でした。はい、お送りしてきましたオタク FM アニメ&チルですが、オベイミーボーイズが歌うエターナルをお聴きいただきながらのお別れです。京平さんはい、何笑ってんねん。いやお疲れ様。何笑ってんねんあんた。もう疲れが口に出てるよね。いや失礼なことを言うな。オベイミーボーイズが歌うエターナルをお聴きいただきながらのお別れです。では矢口京平さん、今回のオタク FM はいかがでしたか？いや前回のお正月にね配信したオタク FM よりもなんかおべいみに関する情報とかも増えたし、ファンの皆さんが考えてくれた投稿とか、コメントを元にして、でそれを俺らが反応するっていうようなコーナーも増えたし、そうだね。なんかもう内容が濃くてね、もうたくさん話せたのでだと思う。私は満足です。ああよかった。ただ前回のお正月とか言ってますけど、それ以降にもあなた第1回目のね前回のオタク FM のゲストやったわけで、それ以降にもたくさんねオタク FM 配信されてたので、情報の種類とかっていうのはそれから膨らんでるんですよ。いつまでも自分の回だけを引きずってくるのやめてもらっていいですか？最後まで説教された。説教してへん言うてんねん。なんてことだ。しかも情報もいろいろバリエーションあってって言うけど、あなたの告知コーナーあったじゃないですか、薄かったで。もうちょっとなんかいろいろすごい内容はすごいキラキラしてたけども、めちゃくちゃ貯めるとかでいろいろごまかしてはったけど、もうちょっと言い方あったんちゃうかなって俺は思いますけどね。公開反省会。いや今はそうやな。今はそうやったかもしれない。もしかしたらそうやったかもしれない。大変失礼。次回からはまたレベルアップして臨ませていただきたいと思います。京平さんがまた来るのは、前回がお正月1月1日元旦かな、やったじゃないですか。次来るのはもう半年以上経ってますね今ね。そうですね。次の来年のお正月までの可能性なきにしも。そんな寂しいこと言う？いや次は分からないですけど、また1ヶ月後とかにしてよ。いや1ヶ月近いな。逆に嫌やわ俺が。そんなこと言わないでくれよ。毎回ゲストは変わっていくんですけども、次回のオタク FM にはマモン役の小林弘隆さんが遊びに来てくれます。コバくんどんなトークするかな。コバさんね、前回はなかなかカオスな回になったような気がするんで。何でもそうって肯定してくれるよね。もう京平さんばりですよ。でもね結構ね、言ってることをそう分かるって言ってくれるんは、京平さんもそうやし山さんもそうやし、コバさんもそう。優しい年上たち。そう、言ってくれないのは2人だけ。もう分かったわ。分かったでしょ。住信也と大西聡ぐらいですよ。ほんますぐ言ってくるな。はい。ちなみにアニメ第4話、ルシファーの裸体は俺のもの。こちらは海水浴会となっております。なかなかね、このご時世海に行くこともできないじゃないですか。そうですね。僕らも行ってないでしょ。せめて行きたいなっていう感じなんですけどね。海水浴といえばやっぱりね、海パン姿。海パンっていう言い方、水着姿。青い海、青い空、太陽、そして海パン姿。なんで海パンっていう言い方するの？でもタイトルのさ、ルシファーの裸体は俺のものって、誰が俺のものって言ってるんだろうね。そこね。そういうとこも気になりますよね。確かに。でもレビーは海に行くのかなっていうところも気になるところなんですけども。それ考えたらそうだね。どんな回になってるのか見ていただきたいと思います。お楽しみに。楽しみにしてください。ということで
長々なりましたけどね、京平さん。一体何分になるんだろう、知らんあなた充実した内容になってるあなたを呼ぶのは3年後だいやせめて2ヶ月後にして。ということで、オタク FM アニメ&チル、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とベルゼブブ役の矢口恭平でした。バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。もっと俺たちのことが知りたくなったらアクゾン VIP メンバーシップをチェックしろよ。オタク FM やオベイミーボーイズ関連の未公開シーンなどなど VIP メンバーだけのコンテンツで魔界のオタ活がさらにはかどる。アニメシリーズを誰よりも早く見られるのも VIP メンバーの特権だぞ。他にもゲームが快適に遊べる特典がいっぱい。アプリインストール方法やアクゾン VIP メンバーシップの詳細は概要欄を見てほしい。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー、これからもよろしくね。